はい、皆さんこんにちは。今日のね、サムチャンネルですけど、こちらですね、タントになります。LA600 のタントになりますね。で、今回ね、福岡県の方からご来店いただきましたというとこね、ありがとうございますということで、作業内容は、スラッチナイザーと CVT フルードの交換なんですけど、ちょっとね、話をしてて、スラッチナイザーですね、こちらの方をやっぱりするのやめようかなみたいな話にちょっとなったんですよね。で、それなんでかっていうと、なんか、エンジンからカタ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 音がしてるっていうことを言われてました。で、なんか、車を中古で最初に買った時に、なんか、出してる車屋さんがあるらしくて、そこがね、なんかオイル管理が良くないよみたいな感じのことを言われてたっていう話らしいんですよね。で、そのカタカタ音を直すためになんかいろんなものを変えたと、結局直ってないっていうことで、実際ね来てみたら確かにカタカタ音はしてるんですよね。ただダイハツの車って大体なんかその音がするんですけど、ちょっと低い回転域で動かすと若干言われれば気になるかなレベルです。何も言われなかったら気にならないんじゃないかなと思うんですけど、でその車さんとかにこれを出して、なんかね、最初はタイミングチェーンがなんか伸びて当たってるんじゃないかみたいな感じのことを言われて、チェーンを変えてみたりだとか、なんかオイルポンプも変えたって言ってたかな。であとなんかタービンが悪いんじゃないかって言ってタービンも変えたみたいなこと言って、なんか結構バラバラにして何でもかんでも変えて、結局のところ結論から言うとね、治ってないっていう話らしいんですけど、なんかね50万ぐらいなんかもう使ったみたいなこと言ってて、でこの車ね、走行距離が15万キロなんですよね。15万キロって言っても今時の車って言ったらなんじゃないんですけど、ただね、じゃあそこまでもう鼻からやるんだったら、いいメーカーのリビルトエンジンを積むっていう選択肢もあったんじゃないのかなっていうふうにも思うし、その50万円の中には多分工賃も入ってるんで、部品代がどれくらいのウエイトを占めてるかっていうのは分かんないですけど、そういうね選択肢も与えてやってもよかったんじゃないかなと思うんですね。作業する側としてもそっちの方がもうね、そんなバラバラにするんだったらっていうところもあるんじゃないかなって思うんですけどね。で最終的にじゃあ今回ね、スラッチナイザーまたするっていう話になって、なんかもうその時に結局ストレーナーを変えたりとか、どの程度汚れてたかっていう写真とかありますかって言ったらないって言うんですけど、その汚れとかも一応取ってくれてるっていうことなんで、サムさんのとこでも過去で言うとコペンがね、タペットカバー開けたらめっちゃあったけど、それきれいに掃除するっていうのがあったんですけど、おそらくそういう風にしてるんじゃないかなと思われる車ですね。ですので一応スラッチナイザーやってくださいっていうことです。で、スラッチナイザーは施工すると場合によっては音が大きくなることもありえますっていう、その辺のねリスクの説明もして、だから場合によってはね、その管理が悪い車だったら何か不具合が起こるっていう可能性もありますよっていうところもね、説明してますけど、最終的にやってくださいっていうことになりましたので、スラッチナイザー施工すると。であと CVT フルードは多分今まで何もやってないんじゃないかなって思うんでっていうところですね。だからこう音とかって直すのってやっぱ難しいですよね。何かが分からないとか分かりにくいとかってなると、どうしてもその診断するっていう部分に関してはね、難しいからっていうのはね、分からなくはないんですけど、それだったらお客さん側の予算が組めるんだったら、この作業をした時がそれが何万キロの時にしたのかっていう、多分でもそんなにめちゃくちゃ走ってないってことはないと思うんで、10万キロ以上15万キロ未満のどっかじゃないのかなって思うんで、それぐらい予算が最初から決めるんなら、もう鼻からリビルトを乗せ替えてやれば、そのエンジン自体でも長くまたいけるっていう発想もあるんじゃないかなっていうところですね。だから難しいところですね。とりあえずちょっと話長くなりましたけど、今から作業の方やっていきますので、皆さん動画のご視聴の方お願いします。はい、じゃあね、今から作業の方やっていきます。で、まずオイル抜いてスラッチナイザーですね、こちらの施工をします。で、よくね、価格面の問い合わせですね、スラッチナイザーとか ATF とかっていう問い合わせありますので、概要欄を皆さん見ていただければ、そちらの方にね、行くリンクですね、を貼っておりますので、興味があれば見ていただければと思います。で、スラッチナイザーですけど、冒頭でも言いましたけど、まず、機械でエンジン内部をフラッシングするんですよね。だからオイル管理が悪くてそのままになっている車の場合だと、そういったスラッチが取れて詰まって壊れるっていうリスクもあります。だから一応ね、綺麗に掃除はしてるといったことは聞いたんでですね、もしじゃあこのスラッチナイザーをして、例えばじゃあオイルランプがつくとかってなったら、もうエンジンを止めてもらってすぐね、劣化移動等をしてもらうっていうのをしてもらったらいいと思いますよっていうところで言ったんですけど、今のところね、大丈夫そうな感じなんで大丈夫じゃなかろうかと思います。だから掃除の方もね、綺麗にできてたんじゃないのかなと思いますね。で、こちらのスラッチナイザーの方が終わった後のエンジンはね、やっぱちょっとカタ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 音が大きくなってましたけど、この後フルード交換をするんで、何時間かエンジンかけっぱなしになるんですけど、そのうち音はね、最初来たぐらいの時の音にはなってたかなという感じですね。
で、あと SOD1 ですね。こちらの方を入れることで、金属摩耗を抑える汚れを取るゴムの性能を復活させるという効果がありますので、走行距離が走っている車とかに関して言えば、こういったものを入れてやる。で、それがエンジンに限らず AT であったり、デフであったりとかですね、そういったとこに使ってやるっていうのがやはりいいです。やはり一番はね、やっぱオイル漏れの原因とかを、事前にね、やっぱり防止するっていうのは大事です。添加剤ってね、やっぱり効かないように見えて効くっていう部分もあります。過去の話で言うと、そういったね、添加剤関係を入れてないね、車と入れてる車でね、サムさんの持ってるベロシサとね、サムさんのとこに来るマーク2がいるんですけど、それが年数が1年しか変わらないんですけど、年数的にはもう25年ぐらい経ってる車ですよね。で、サムさんのとかはもうね、年に、2回ぐらいかな、オイル交換をして、その時に添加剤も入れるっていう感じですね。サーキットしか使わないで年2回しかないんですけど、で、そのマーク2もね、年間走行距離で言うとね、多分500キロぐらいとかしか走ってないんですよね。だからもう3年も4年も買えないってなると、ね、距離は、じゃあそんな3000キロも走ってないんですけど、やっぱりね、燃料による希釈とかもやっぱり起こるんで、で、あと古くなって酸化してるとかってもなるんですよね。だからそういった部分でも、やっぱりね、汚れももちろん出ますし、ね、やっぱシールが傷んでるっていうのでオイル漏れを起こすと。だからサムさんの方がシール関係がね、触った感じがやばいみたいな感じのはね、ありますね。で、こちらですね、フルード抜き取ってストレーナーを外して、鉄粉はね、結構ついてますね。こちらの方をきれいに掃除していきます。で、よくある質問とかで、フルード交換をね、依頼に出したいっていうメールが来た時に、過去に交換したことありますけどっていう風な感じでよく来る人もいるんですよね。で、サムさんが、じゃあその過去に交換歴があると言っても、やり方ですよね。圧送交換なのか、希釈式なのか、圧送交換でも開けたのか開けてないのかとか、いろいろ種類はあるんですけど、その辺を聞いて、だから通常のドレーンアウトとか希釈式とかですね、そういったのでやってる方だと、もうやったうち入んないっていう風な感じでサムさんは言ってます。で、こちらマグネットの鉄粉の量がね、もうモリモリですよ。ちょっとアップで映せばよかったですね。鉄粉がめちゃくちゃついてましたね。これヘドロみたいにね、なんかすっごい状態に、ね、なってます。で、こちらの方もね、綺麗に掃除の方をしていきます。でね、だからその、希釈式とかドレーンアウト式で1回しか特にしてない。ね、じゃあ最初ドレーンボルトを外して抜けました。多分3リッターぐらい抜けてきます。でね、2リッターとか3リッター抜けてきて、2リッターとか3リッター入れて終わりっていうのは、もう正直ね、交換してるんでしょうけど、もう交換したうちにほぼ入らないっていうね、綺麗になってるかといったらなってないんでっていう感じですよね。だからそういったところを、言ったりはしますね。だから、そのやり方で、じゃあドレーンアウト式でも、それでも綺麗になるまでやったって言ったらいいと思うんですけどね。ですね、サムさんとこの加工動画とかを見てもらうと、圧送ができない車っていうのはやっぱ中にはありますけど、抜いて入れて回してっていうフラッシングをして、で、綺麗になるまでやるっていうね。こんな感じで清掃後はこのような感じですね。だからそういう風な感じでフルード交換をするっていうやり方で綺麗にしとけばね、全然いいんですけど、ほんともう抜いて入れただけとか、上からレベルゲージのとこからね、ホース刺して、じゃあ総数が6です。1回希釈式でやりましたとかっていうのはもうなんかあんまりやったうちに入んないですね。それだと綺麗になってるかって言われたらなってないしっていうとこですよね。だからお客さんの方にもじゃあどれくらいの数量使いましたかとか、オイルパン開けましたかとか聞いてもね、やっぱりもうそこまでは分かってないっていうね、やったっていう事実がっていうところですね。で、ちょっと一瞬だったんですけど、鉄粉がそれなりにね、こう浮いてるところが分かったんじゃないのかなという感じですね。だから例えばですけど、過去に交換歴があったりとかした時が、中途半端にやってると、よくこの動画とかでも見せてますけど、じゃあ綺麗になりました。で、次のセットに入った時に汚れてるじゃないですか。それと一緒でね、やっぱりね、綺麗にするっていう洗浄効果ですよね、親友の。そういった効果もありますので、それのせいで、かえって汚れてて悪化してるとかっていうのもあります。だから過去動画で言うと、じゃあ回数を重ねた時に最初に抜いたやつの方が綺麗で、1回目、2回目、3回目ってやっていく時に、1、2回目がめちゃくちゃ汚くなっているとか、そういったのもあるんでですね、中途半端な交換は、汚れがひどいやつはかなり、よろしくないと思いますので、やるんだったらね、やっぱ徹底的にやった方がいいです。どうしてもコスト面で金額も高くなるんで、もうしょうがないんですけどね、どっちを取るかっていうところですね。安くていいものがあれば、それが一番いいのかなっていうところなんですけどね、難しいっすよね。だって数量は使うし、油の値段はどんどん上がるし、もう頭の痛いことこの上ないという、そういった感じではありますよね。毎月毎月ね、値段も上がっていくしっていうところで。
で、最近ね、ちょっと仕事が暇になってきたんですよね。で、オイル関係が結構やっぱ過剰に買ってる影響でね、取り寄せを最近してないんですけど、今どうなんでしょうね、手に入りやすいのか憎いのか、もうちょっと正直わかんなくなっちゃいましたね。だから持ってる分のストックがちょっと多すぎて、ね、その分取る、なんていうんですかね、出番がないみたいな感じなんで、まあね、部品商さんとか来たら、まあちょっと聞いてみようかなとは思うんですけどね。ね、まあ他のね、まあ同業他社の方とかでもね、どうしてるのかっていう感じですよね。まあギリギリのラインでうまいこと入れて入って入れて入ってってしてたら全然いいんでしょうけどね。やはりサムさんとことかも来るときは一気にお客さんがダーッと来て、でまた使う量が多いから出る量も多いんでですね、まあ、そうなってくるとやっぱある程度蓄えをしとかないとやっぱ足りないっていうことがね、起こったりすると大変なんでですね。だから過去にもね、一回だけね、足りなくなるっていうタイミングが来て、まあちょっとね、辛かったですよね。だからそうならないようにはしてるんですけどね、まあ最近聞いてないけど、頼んだら、ね、頼んだらっていうか、頼まないともうわからないしか言わないんで、オーダーを入れなかったら、ね、だからオーダー入れたらじゃあ今度いつ入るのか入らないのかっていう話にもなるんでですね、ちょっとね、もうわかんないですね。とりあえずはね、今のところ ATF とか CVT フルードとかエンジンオイルっていうのは、まあ、ある程度潤沢には持ってますね。だからブレーキ液とかもね、一時手に入らないって言ってて、最近どうなってるのかわかんないですけど、サムさんとこもね、規模感からしたら多分いっぱい持ってるんで、まあ、しばらくこれなくならないんだろうな、みたいな、まあ、そういったレベルのね、もう在庫状況になってるといった感じです。で、こちらですね、SOD1 ですね、こちらの方を入れていきます。だからまあしばらくは、まあ毎月のように値段が上がったいったとしても、今のところはね、まあその分が残ってる分は据え置けるのかなっていうとこですよね。だからまあそこがどうなるかっていうところですね。で、SOD1 を入れてね、新用1リッター入れてといった感じです。そしてサンプルの方の回収ですね。まあ、SOD1 はね、ほんといろんなところに使って万能な添加剤なんでね、もうおすすめですね。で、こちら有料の調整ですね。こちらの方をして、で、まあこれでサクサクっとね、作業の方は終了するのかなっていうところですね。まあフルード交換、ね、スラッチナイザー、その他、まあ概要欄等をまず見てもらってですね、問い合わせをしていただけると助かりますね。まあ、スマホで見ている方なのか、テレビで見ている方なのか、テレビで見るとね、概要欄のリンク多分入れないんですよね。だからめんどくさくなければね、テレビとスマホを同期しとけばですね、スマホ側の方で履歴で一回見てもらうとかっていうのもいいかもしれないですね。はい、皆さん今日のね、サムチャンネルいかがでしたか。こちらのタントのスラッチナイザーと、CVT フルードですね、こちらの方をやりました。でね、まずスラッチナイザーですけど、施工して終わったらエンジンかけたらね、やっぱちょっとガチャガチャ音が最初よりひどくなりました。でフルード交換をするときってずっとエンジンかけてるんですけど、とりあえずねそれだけの時間かけておいたら最初よりはガチャガチャ音はねちょっと収まったんですけど、やっぱり根本的にはやっぱり悪くなってないものと比べるとちょっと音がうるさいかなっていう感じはねあります。だからまあオーナーさんがそこを気にしているのかなっていうところですね。だから原因が何なのかっていうところですよね。まあね、出した車屋さんがいろいろなところをバラバラにしてやったけど、まだその原因のところの特定にまでいってないっていうところで、まあね最初にも言いましたけどタイミングチェーンを変えたりオイルポンプを変えたりなんかなタービンを変えたりとかいろいろやってるっぽいんですけど、まだ当たりが引けてないっていうところになってますんで、他にも多分いろいろやってるんじゃないかなと思います。結構な金額使ってるっていうことなんでですね、どうなのかなっていうところですね。で次にねフルード交換の方ですけど、まずね色味の方ですけどこのような感じですね。最初と最後ですね、このような感じで、見た目はねやはり綺麗になってますね。最初抜いた時もね、若干透けてるような雰囲気もあったんですけど、それでもねやはり開けてみたら鉄粉も結構すごかったんで、で清掃して組み付けて芯油入れてフラッシングタイムを置いて1回目をやるといった時に1回目を回した時にアップの絵があったと思うんですけども、鉄粉がバーって泳いでるみたいな、そういった感じですね。距離が15万キロ16万キロっていうような距離で、今まで変えたことがあるのかないのか、中途半端に変えてるんだったらまたそれで汚れが浮いてぐるぐる回ってるっていうのもあるんでですね、どういう状態なのかなっていうところですけどね。でとりあえずこんな感じで綺麗になりましたので OK じゃないかなといったところですね。他にもね興味があればまたエアコンメンテナンスとかそういったのもいいと思います。であと SOD1 をそれぞれに入れてるんですけど、エンジンの方とかでも例えばじゃあどっかに汚れが溜まってるとかっていうのが原因だったらそれですじわりじわりと溶かしてくれたりとかはあると思うんですよね。だからエンジンオイルとかで、なんとかのオイルを入れてるみたいなことを言ってたんですけど、そのオイルの効果が例えば洗浄系の効果があるやつとかもあるんですけど、そうだったとしてもやっぱり添加剤の方がねさらにその上をいくんじゃないかなと思うんで、そういった効果をさらに上乗せしてやるっていうところ
あとは根本的に何かを変えないともうダメな可能性もあるんで、それをどこまで気にするかっていうところですね。これでね、もしねエンジンが最終的に距離が走っていって、壊れたりとかした時は、じゃあ今度エンジン乗せ替えるのかどうするのかっていうところですよね。中古のエンジンの話はあったみたいなこと言ってたような気がするんですけど、ちょっともう覚えないですけど、とりあえずねリビルトで変なリビルトメーカーとか乗せるとね、乗せたエンジンがまたすぐ壊れるとかあるんで、ちゃんとしたリビルトメーカーのものとかだったらいいんじゃないかなと思うんですけどね。今となってはっていう話ですけどね。あとはオーナーさんがどうするかっていうところですね。で今回はねこちらのタントの各種作業でした。また次回動画アップするので皆さん少々お待ちください。